ようこそ、コツアズ鉄道チャンネルへ。日本海、トンヘを挟んで日本のお隣にある、朝鮮半島南部に位置する韓国の首都、ソウル特別市。韓国では日本の首都圏以上にソウル都市圏に人口が集中しており、ソウル特別市の25区だけで東京23区の倍となる、966万人ほどの人口となっています。また若い女性を中心に日本からもたくさんの観光客が訪れており、ソウル特別市内ではミョンドン、カンナムなどが特に人気です。そしてソウルでは学校や会社へ通勤、通学をしている人も多く、地下鉄事業者であるソウル交通公社を中心として、東京のように多くの通勤電車が走っています。特にソウルの地下鉄でも日本の一部の地下鉄と同じように、ホームドアが大半の駅に設置されていますが、そのホームドアの形状に驚かれる方も多いのではないでしょうか。韓国の地下鉄は日本国内の地下鉄では珍しいタイプの天井まで覆うフルスクリーンタイプのホームドアを採用しており、それは地上の郊外鉄道でもおおむね同様となります。今回はどうして韓国ソウルの地下鉄ではフルスクリーンタイプのホームドアが多く使われているのか、その理由について説明していきます。それでは本編へどうぞ。韓国ソウルにおけるスドックオンチョンチョルの概要。韓国ソウル都市圏におけるスドックオンチョンチョルとは、ソウル近郊で複数の鉄道会社によって運転される都市高速鉄道、地下鉄の運行系統の一つです。地下鉄事業者のソウル交通公社を中心として、コレイル、ソウル市メトロ9号線、インチョン交通公社、空港鉄道エイレックス、シンプンダン線など、ソウル近郊の都市鉄道の総称を指します。ちなみにここでユーチョンチョル、日本語読みで電鉄という名称は、日本国内の私鉄でよく使われている、京王電鉄や阪急電鉄のような鉄道事業者の会社名ではありません。これは韓国の大都市圏都市交通管理に関する特別法という法律で、2つ以上の鉄道路線のことをクアンヨッチョンチョルと呼ぶことに起因し、そのうちソウル首都圏を中心に複数の鉄道事業者で走る通勤電車を〇〇チョンチョルなどのように呼んでいるからということになります。例えば現在キョンウィ中安線としてまとめられている路線では、キョンウィ線として運行されていた区間をキョンウィチョンチョルソン、中安線として運行されていた区間を中安チョンチョルソンと呼ぶことなどです。そんなソウルスドックオンチョンチョルの大きな特徴としては、運賃統合制と呼ばれる運賃体系が取られていることがあります。これによって会社間の境界駅などで区切られない投資運賃となっていることが特徴であり、単純で分かりやすい運賃体系となっており、その金額も安いです。日本の場合だと、例えば成田空港駅から渋谷駅に出る場合において、成田スカイアクセス線、都営浅草線、JR 山手線経由で考えます。この場合成田空港駅から成田スカイアクセス線、京成押上線経由で都営浅草線の新橋駅に出た上で、新橋駅で JR 山手線に乗り換えて渋谷駅に出ることになり、それぞれの運行に関わる京成電鉄、都営地下鉄、JR 東日本という3社の運賃を取られてしまうことになっています。それだけでなく京成線のうち成田スカイアクセス線は運賃が高いで有名な北総線を含むため別料金となっており、実質4社間の運賃が取られてしまいます。しかしソウルスドックオンチョンチョルの場合では、例えばインチョン国際空港1ターミナル駅から43駅にエイレックス、キョンウィ中安線経由で出るとします。この場合エイレックスの一般列車でデジタルメディアシティ駅などに出て、そこからキョンウィ中安線に乗り換えて向かうことになります。この場合エイレックスを運営する空港鉄道とキョンウィ中安線を運営するコレイルの2社の鉄道を利用することになりますが、その場合でも改札を出なければ2社分の初乗りが取られることはなく、運賃は会社ごとに計算されず投資で計算されます。さらにその運賃も1時間くらい移動しているのにかかわらず、T マネーという IC カードを使用すると4000ウォン程度とかなり安いです。参考までに日本の先ほど説明したルートですと、
運賃は IC カード利用で成田スカイアクセス線の分が995円、京成線の分が189円、都営地下鉄の分が220円、JR の分が208円となります。しかし韓国のソウル首都圏の人口は2604万人という日本の首都圏以上に人口が集中していますが、ソウル首都圏含め韓国は日本以上に車社会となっています。その中心地となるソウル特別市の人口密度1万5688人が日本の東京23区の人口密度の1万5535人に匹敵する人口密度であるにもかかわらず車社会なのです。日本で例えるならば東京の規模で愛知県並みの車社会といえば分かりやすいのでしょうか。そのため都市部でもバンバン車が走っていますが、一方でスドックオンチョンチョルの各路線は規模に対してそこまで多くは利用されていません。ただし中心部を中心にちゃんと混雑はしているので、市民の間でもしっかり交通機関として利用されています。ソウルの地下鉄駅におけるホームドア設置状況。さてそんなソウルの地下鉄のホームドア設置状況ですが、ほぼ全ての駅で天井までの高さがあるフルスクリーンタイプのホームドアが設置されています。日本の地下鉄の場合、このタイプのホームドアが設置されている路線は東京メトロ南北線と京都市営地下鉄東西線だけです。それ以外のほぼ全ての地下鉄の路線ではポスト面や車掌さんの安全確認などの問題もあってか、腰までの高さのホームドアが設置されているケースが多いです。さらに東京では最近ホームドア設置駅がかなり増えましたが、ホームドアそのものが設置されていない駅もたくさんあります。そして韓国の特徴として挙げられる事柄に、地下駅にはしっかりフルスクリーンホームドアがほぼ全駅に完備されているのはもちろんのこと、地上の駅だけにとどまらずコレイルの各路線やエイレックスなど地上区間が主体の鉄道路線におけるホームドアもフルスクリーンタイプのものが設置されているケースが多いです。日本も含めた他の国でもこのような例は珍しく、特に日本の場合ですと増えているとはいえ、そもそもホームドアが設置されている駅が少なく、設置されていたとしても JR 山手線や都営大江戸線など腰の高さまでのホームドアが設置されていることがほとんどです。フルスクリーンタイプのホームドアは新交通システムに多い他は、先ほど紹介した地下鉄2路線を除くと、京王線の布田駅、名鉄線の中部国際空港駅に、青波線の金城ふ頭駅や JR 大阪駅の梅北地下21番乗り場ぐらいしか設置されていません。また日本ではフルスクリーンタイプのホームドアでも上部は大半のものが換気を行うために開いた構造となっていますが、韓国で採用されているフルスクリーンタイプのホームドアは天井まで完全に覆われている構造のものがほとんどです。これも日本では京王線布田駅、名鉄線の中部国際空港駅など数えるくらいしか採用されていません。このために普通だったら周りに何もない地下にある駅の方が電車の音が反響して響くのですが、韓国のホームドアは密閉されている形のものがほとんどという関係で、地上駅の方が電車の音が響くという逆転現象が発生しています。なぜソウルの地下鉄駅にはホームドアがほとんどの駅で整備されている？日本では最近になってやっと進んだものの、なかなか設置が進まないホームドア。どうして韓国、ソウルの地下鉄ではほとんどの駅で整備されているのでしょうか？それは2004年12月4日に国土交通省令における都市鉄道規則30条の2が関係しており、旅客等の転落事故を防止するために鉄道駅に転落防止のホーム柵または乗降用の出入り口設備の設置を義務付けるという法令が出されたことが理由となります。この法令が制定されたことでホームドアは2009年までにソウル市内すべての地下鉄の駅への設置が完了しています。そしてホームドアがわずか4年という短さで設置が完了した理由としては、韓国の地下鉄の建設時の経緯や採用している規格なども考えられます。1974年に開業した韓国最初の地下鉄であるソウル交通公社1号線は、淀号ハイジャック事件のハイジャック犯との交渉に
韓国政府が尽力してくれたことに謝意を示して、当時の日本の運輸大臣が何かお手伝いできることがあればお申し付けくださいと言ったことに対して、当時の韓国交通部長官がソウル市内の交通渋滞を解消するために地下鉄を作ることを考えているが、我々では経験不足なので地下鉄を作る手助けをしてほしいと申し出たことをきっかけに、日本の ODA で建設が行われました。その際に車両の規格は路線ごとに統一されていて、ソウルメトロ1号線は日本統治時代に建設された既存の路線に合わせた規格となっていますが、それ以外の路線もおおむねこの規格で車両が設計されており、またソウル以外の都市の地下鉄は独自規格が多いですが、独自規格を採用していてもその規格については歴史が浅いこともあってか路線ごとに揃っていることが多いです。そのため日本の地下鉄路線と比較すると、ホームドアが整備しやすい環境にあったと考えられます。ただこの時、韓国では特に車両の入れ替えなどは行わず、そのままの車両設備でホームドアを導入しています。そのため日本の国鉄103系に準拠した設計の電車であるソウル交通公社やコレイルの抵抗車と通称される電車が近代的なホームドアと融合するという光景も見られます。一方で日本の場合では韓国みたいに車両規格が統一され、東京メトロ丸の内線や横浜市営地下鉄ブルーラインのようにすでに規格が揃っていたり揃えるのが容易だったりなどで、比較的ホームドアの導入が早かった路線もありますが、多くの路線では歴史が古い分、車両ごとに寸法などが異なる事情もあり、新しく建設された路線でないとホームドアの設置が難しいのが現実です。例えば東京メトロ日比谷線ではホームドアの設置工事を実施するため、これまで3ドア、5ドアの18メートル級車両が使われていたのを20メートル級車両へと置き換えが実施されており、相互直通運転先だった東急東横線が東京メトロ副都心線と相互直通運転を行うことになったこともあり、日比谷線と相互直通運転を取りやめる事態となっています。また同じく東京メトロ有楽町線にかつて在籍していた07系も扉配置などの寸法型の車両と大きく異なった結果、ホームドア設置によって東西線へ転属しています。ほぼ同じ時期に開発された兄弟車ともいえる千代田線の06系はその寸法問題やオンリーワンの存在だったこともあり、ついには廃車されてしまっています。東京メトロ東西線では全部同じ4扉車両でも大きく分けて4種類から5種類に大別できる寸法の大きな違いがあり、ホームドアの導入がかなり遅れた路線です。そして何といってもホームドアの設置費用自体も高額で、1駅あたりで億単位のあたりの値段がすることもネックとなります。ホームドア筐体のコストもネックである一方で、特にネックとなるものがホームの補強工事です。一方で韓国の場合は比較的歴史が浅いせいなのか公共運営がほとんどなのか、フルスクリーンタイプのホームドアが整備しやすい環境も考えられ、歴史が古く複雑な事情が噛み合う日本と比較すると、韓国の地下鉄はフルスクリーンタイプのホームドアが整備しやすい環境下にあることも理由にあるでしょう。また1号線の新ギル駅に試験設置されたホームドアが日本と同じような腰高式のホームドアだったのですが、それではホームドアを乗り越えてしまう乗客が発生するという事態を懸念してフルスクリーンタイプでの整備が進んだということも関連しているようです。さらに日本の場合だとホームドアの設置に合わせて ATO と呼ばれる自動運転装置を採用したり、 PASC と呼ばれる車両を定位置に停車させる装置を同時に導入することが多く、特に地下鉄の場合はホームドアの導入と合わせてボタン操作による ATO での自動運転とする場合が多く、地上の路線でも TASC や ATO を導入する例が多いです。地下鉄でも都営浅草線や大阪メトロ堺筋線などで手動運転のままホームドアを導入するなど、一部の例外はありますがほとんどの路線でこのパターンです。一方で韓国ではこれらの設備を設置せず、車両の入れ替えなどもそのタイミングでは行わずにホームドアを設置しています。そのためホームドアが完備されたといっても、基本的には運転士の技量で停止位置の修正を行うケースが多くなっており、
韓国の地下鉄では停止位置修正が比較的よく見られます。ただしソウル交通公社2号線の例をはじめとして韓国でもここ最近 ATO を採用する例が見られ、今後は韓国でもそのような事例が増えるかもしれません。また日本では車掌の目視確認のしやすさも腰高式のホームドア採用が多くなる理由に挙げられますが、韓国の場合はそのような安全確認を考慮してか、先頭部と最後部に限ってホームドアが他の部分より少しホーム内側についていることが多いです。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、なぜ韓国ソウルの地下鉄では天井まですっぽりを覆うフルスクリーンタイプのホームドアがほとんどの駅で完備されているのかについて、2004年12月に出された法令によって2009年までに完備されたことが理由であること、韓国で採用されているホームドアのタイプは日本でも採用例が少ない全面ガラス張りとなるフルスクリーンタイプのホームドアであるということ。韓国のホームドアは地上の路線であってもフルスクリーンタイプが多いこと、またホームドアが全ての駅に設置されたのは日本とは違い、車両等の規格が各路線で統一されている例が多く、また比較的歴史が浅いこともあってか、整備しやすい環境下にあったということも、ホームドアの設置率が高くなっていると考えられること。この他にシンギル駅に試験設置されたホームドアの試験結果も、韓国でフルスクリーンタイプのホームドアが広く採用されていることにつながることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。